どうも柚木ゆかりです。どうもキズナあかりです。今回は、低身長にもメリットってあるんじゃないという話をしていきたいと思います。ああ、ほんの一時期だけ170センチがどうたらこうたらって話がありましたね。本当に一瞬だけ話題になったけど、その時に思ったのが、高身長ではない低身長の人にも何かしらのメリットがあるのかもしれないってね。まあ、高身長が良いとされているのは今に始まったことではないですからね。昔は産経として高身長、高学歴、高収入が異性から見た男性としての価値が高いと考えられていたわけですし。そうね。さて、ここからは高身長の主なメリットを紹介しつつ、低身長のメリットについても解説したいと思います。まず高身長は、低身長に比べてモテる可能性が高いです。例えば、650人を対象にした2013年の研究などを見ると、女性はパートナーの身長が自分より21センチ高い時に最も満足する傾向があり、男性は自分の身長が相手より8センチ高い時に最も満足する傾向がありました。さらに、女性は約半数が自分よりも背の高い男性との交際を希望していました。ちなみに、日本で行われた調査でも似たような報告は多く、結婚支援センターを対象にした研究でも、身長が高いほど結婚のチャンスが上昇すると結論付けてたりします。そして、高身長と魅力に関係がある理由はいろいろ考えられますが、その中でも説得力がありそうなのは、心理学准教授のジョン・マロウフのものです。一つの理論としてあり得るのは、進化上の理由から、女性は無意識に背の高い男性を好むというものだ。背が高い男性は、他の男性との肉体的な争いでより成功する傾向がある。進化心理学から考えれば、現代の女性は、意識的であろうとなかろうと、背の高い男性を好む遺伝子を持つ傾向がある。このような思考を持つ女性は、原始時代に、他の女性よりも繁殖に成功しやすかったため、このような現象が起きるのだろう。背が高い人は、原始時代をうまく生き抜く確率が高かったので、女性は生まれつき、高身長を好む遺伝子を内蔵しているのではないかと述べています。まあ要約すると、女性が高身長の男性を好むのは、昔から身長が高い男性の方が、過酷な環境でも生き残る可能性が高かったからで、しかもそうした男性と付き合えた女性だけが、現代に子孫を残せたため、今も女性の中には、高身長を好む遺伝子が残っているのではないかって話ですね。裏を返せば、低身長を好む女性があまり子孫を残せていないから、低身長を好む遺伝子を持つ女性が少ないのではないかと言えるのかもね。あくまで推測の域を出てはいないけど、可能性はありそうね。また他にも、高身長にはメリットがあり、例えば高身長によって認知症のリスクを下げてくれるのではないかという研究があります。これは、デンマークコペンハーゲン大学が行った調査で、約7万人と7388人の双子を含む、66万6000人以上のデンマーク人の男性データを分析して、人生の後半に認知症を発症した男性1万599人を調べ、身長と認知症には関係性があるのかどうかを見ました。その結果は、全世界の男性の平均身長である171センチ以上のデンマーク人は、身長が6センチ上がるごとに、認知症になるリスクが 10% ほど減少していたそうです。実は、過去の研究でも、身長は認知症のリスク要因ではないかと言われていたため、今回の調査によってはっきりとした相関が確認されました。これについて調査を行った研究チームは、今回の研究の大きな強みは、若い男性の認知症リスクにおける教育と知能の潜在的な役割を調整したことだ。その結果をまとめると、若い男性の身長の高さと、人生の後半で認知症にかかるリスクの低さには相関があり、この関連性は、教育水準や知能テストのスコアで調整しても持続することがわかる。と述べています。要するに、高い教育を受けた人や知能が高い人でも、低身長というだけで認知症になるリスクは上がるかもしれないということです。なんだか低身長の人に逆風が吹きまくっていますね。そうね。でも、ただ高身長をもてはやすような研究しか取り上げないなら、わざわざ動画にする意味はありません。というわけで、
ここからは、そんな向かい風の低身長に追い風を吹かしたいと思います。まずは、桑木医療センターなどが行った大規模な縦断研究を紹介します。これは、日本人の血を引く8006人の男性を追跡調査したところ、身長の低い男性ほど、長寿遺伝子である FOXO3 の保護型が多く、さらに、身長の低い男性ほど、血中インスリン濃度が低くて、がんも少ないそうです。また、身長が170センチ以下の人が最も長生きで、背が高くなればなるほど短命になる傾向があるそうです。どうやら、低身長な人は、長寿遺伝子が多く、この遺伝子によって体格が小さくなり、寿命が延びる可能性があるみたいです。他にも、低身長とがんリスク低下に関するデータもあり、ストックホルム大学が550万人のデータを調べたところ、男性の場合、あらゆる種類のがんのリスクは、身長が10センチ高くなることに 11% 増加しました。また、過去の研究でも、身長が高い人ほど、前立腺がんの発症率が高いと報告されています。研究者の中には、身長の高い人は、潜在的にがんになる可能性のある細胞を、より多く持っているのではと考える人もいます。さらに、ノルウェーのトロムソ大学などの研究では、27,000人の身長、体重、医療記録を調査したところ、身長の高い男性180センチ以上は、身長の低い男性172センチ以下に比べて静脈遅栓塞栓症を発症する確率が 2.6 倍高いことも報告しています。要するに、背の低い男性は、血栓のリスクが低いということです。全体的に低身長の人の方が健康的で長生きしそうですね。健康的で長生きすることは、異性から見てもモテる要素の一つになります。またモテに関しても、2017年に、グリフィス大学の研究などから、確かに、男性は高身長の方がモテるが、身体的魅力の 70% 以上は、筋力と体力で決まるという結論を出しています。さらに、カリフォルニア州立大学も、同じような報告をしており、10代後半から20代前半の女性160人に、いろんな体型の男性の写真を見せたところ、筋肉質で引き締まったアスリートのような男性ほど魅力的だと評価されました。さらに、筋力や筋肉質と魅力の相関は、身長と魅力の相関よりずっと強かったそうです。つまり、女性は一般的に背の高い男性を好むものの、それ以上に、どれだけ筋力がありそうか、どれだけ運動神経が良さそうかを注意深く見ているそうです。ここから、身長が低い男性は、スクワットやベンチプレスをすべきなのではというような考察もできます。もちろん、文化的な側面も考慮しないといけないため、日本で同じような結論を得られるかはわかりませんが、ガリガリの体よりも程よく筋肉がついている人の方がモテそうなのは納得できますね。そしてこうなると、どれぐらい体を鍛えるべきかという部分が気になりますが、この点については、テキサス大学の研究では、1742人を対象に、男性の体型と魅力度をチェックしてみたところ、多くの女性は、適度に筋肉のあるスポーツマン風の男性を好み、魅力的な女性ほど、男性に求める身体的魅力の基準は高く、より発達した筋肉を求める傾向にあったそうです。つまり、多くの女性は、平均的な人よりも筋肉が少し多くて、体脂肪が少ない男性を望んでいるそうです。確かに、あまりにも筋肉がなさすぎる高身長の男性よりかは、マッチョな低身長の男性の方が、良さげには見えますね。低身長の人が病気などにかかりにくい一方で、高身長の人は病気にかかりやすいのではないかという研究がいくつもあります。有名なのは、1993年に2600名のアスリートを調べた研究で、バスケの選手はクロスカントリー選手より平均寿命が7年も短いことが分かりました。ちなみに、バスケ選手の身長はクロスカントリー選手より平均で15センチも高いそうです。他にも、2012年にガリアリ大学が100年前の兵士を調べた研究では、身長が 161.1 センチより低い人は、161.1 センチ以上の人よりも70歳まで生きる確率が高かったそうです。さらに、2013年にアインシュタイン医学校が行った研究で、14万人の女性を12年にわたって追いかけたところ、身長が10センチ高くなるごとに、
がんの発症率が 13% アップし、身長が高いと、甲状腺がん、大腸がん、腎臓がんなど、すべてのがんの発症率が高くなるという傾向がはっきり出ました。他には、1691人の健康データを統計処理したところ、身長が167センチ以上の女性は、動脈硬化の確率が跳ね上がっていました。さらに似たような研究でも、18,403人の健康データを統計処理したところ、身長が高くなるほど、呼吸器と心疾患のリスクが上昇する傾向にあったそうです。なんで、低身長の人がモテないのだろうかと考えたときに、原始時代のように生きている人間の寿命がそもそも短いなら、高身長の人のように、肉体的に強く狩りなどに有利な方が子孫を残しやすかったのかもしれませんね。現代では、人の平均寿命がかなり伸びているので、人生の後半にかけて、様々な病気で苦しむ高身長の人よりも、病気に強い低身長の人の方が、長期的な関係を築く上では価値が高くなるのではないでしょうか？そういう考え方もあるわね。まあ、何にせよ、モテに関しては、身長だけでなく顔や社会的地位なども関係してくるので、身長だけで異性が判断しているというわけではないです。今まで、身長に関する研究をいくつか見てきましたが、身長が及ぶ影響は、あくまでも一つの指標でしかないので、例えば、自分自身が異性からモテないからといって、それが低身長なのか他の要素が原因なのかは、よくわからないといった印象です。そんなわけで、今回は、ここいらあたりで終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。